こんにちは。ようこそディアブロの世界へ。パッチ 3.2 が当たりましたので、早速オーロックでプレイしてみようと思います。デーモンじゃないの？入れ忘れたよ。動画の最後にクリア時の装備やスキル、おまけの狩りの様子もありますので、最後まで見てくれると嬉しいです。それでは、はい、スタート。今回のビルドは今までやったことがない召喚と血流種でやってみます。まずはじめにゴートマンを覚えましょう。レベル5を目指してゴートマンに列弾を覚えさせます。こういうことはツールチップに書いてくれればいいのにね。3.2 から悪魔マスターにもちゃんと振らないと刺激数が増えないため、まずは5まで上げるぞい。アンダリエルの前に身体を覚えておきます。なくても多分大丈夫。アンダリエルさん。序盤あるあるでマナポーション用意が必要ですね。奥の敵を倒しておくべきでした。死の刻印をもっと使いこなしましょう。手前の敵に気を取られてたら撃破してましたね。さて、アクト2です。アクト1に戻って行ってなかった塔へ。10分近くを見せガチャして、ようやく胸当てのニラナが売ってました。道中拾っていたタルとウェスルーンで、定番の隠密作成ですね。さて、リュリエルさんです。現在のスキルはこんな感じ。召喚にも気を使いつつ血流種を連打する。まだまだダメージは低いですね。レイジャーキンですね。アクト3、アイゼンハートのカブトかな。ギドビンの報酬。こんなもんだよね。これは良い耐性指輪。マナも増えるしいい感じですね。ニアナのカブトを拾ってきたので奈落を発動させます。必要なのはネフとディアルーン。ほぼ実績のためね。正直このタイミングならサファイア入れたりティアルーンに個入れた方が良いと思うよ。いざメフィスト戦。スキルは血流種に振り始めてます。少し早送りします。序盤はこの間が辛そうです。カタンの鎧とミラブレガの盾ですね。アクト4だよ。ノーマルの石割り。ネフルーン。これ以上持たない。栄光の兜、傭兵にあげよう。ディアブロさん。マナさえあればいつでも召喚できるのが強みだよね。
ノーマルのディアブロは苦戦することも多いため、安定して倒せるのが召喚の強みですかね。めっちゃ時間かかった。撃破。アクト5、サンババ戦だぞい。随分とやられそうにはないため早送りします。ダガーは毎回拾っていますが、今のより全然いいね。さて、バールさんだぞい。身体とレーザーキーのおかげでおとなしいものです。ではまた後で。できた。ノーマルを流した感想としては、低レベルでレファストやリスターを捕獲できないため、ミサゴリまで覚えさせてオートマン全振りでもいい気がします。またこのタイミングでは紋章師も不要なので、レベル30としてこんなスキルぶりはどうでしょうか。くたくた。ここからはナイトメア。牛で修行してスキルはこんな感じ。今はケインを助けてきたところです。耐性指はいい感じ。傭兵変わってるね。カットしちゃったんだけど、4穴の弓を拾って傭兵に洞察を持たせてます。ポールアームに穴開けてアクトニ兄貴に持たせてもよかったけど、ケチってしまいました。ムチ打たれ下の川。アンダリエルさん。アンダリエルが一番忙しいと思うんですよね。火炎属性に弱いので、後から見返すとスキル連打で良いと思う。ちなみに傭兵を視野にしてるのは、凍結で死体が残らないとミサゴリができず困るためです。リリエルさん。殴り合える相手にはウルダー系が心強いですね。安心して見てられる。なんだっけですか。バトルメイド好きな人も多いんじゃないかな。サリナさんからラスクディケ。メフィストです。捕獲した悪魔の体力見ながらスキル使うのが面倒なので、序盤のアクトボスはオートマンだけでいいかもしれませんね。ナイトメアの石割り行くぞ。見づらいけどどれだね。ディアブロさんだぞい。物流使わずに耐久力の確認をしています。見てる感じ、捕獲悪魔は大丈夫そうだね。ギリギリ当たってない。撃破。スキルはこんな感じ。ラメルーン、壮麗作るのにいいかもね。バール戦。想像の膝元だ。素晴らしい。
この時は全く見てなかった。ナイトメアクリアだぞい。くたくた。ここからヘルになります。弓指輪。ですよね。拾ったクリスタルソードが4穴だったため精霊を発動させるぞ。速度 34% はいいんじゃない。ヘルルーの変異が作れますね。おっと、ハルルーン、今回は使い道ないかな。ヘルのアンダリエル戦だぞい。クリア後にボートマンマックス構成力と見ましたが、ヘル難易度になると死なないけど大変でした。アニキマイトだと火力も底上げし、いい感じになるのかもしれません。ここから先もそうだけど、時間はかかるが進まなくはないといった印象です。道中に関しては血融種があった方が進行は楽です。続いてビリエル戦。このビルドでは一番楽に倒せる。たまたま徒歩で帰ってたところ、何か落ちてるよ。モナーク見落としてるじゃん。早速穴を開けて精霊作りました。スキル発動速度 32%。 ヘルに戻ってネクスト戦です。オーラガチャ失敗したけどやり直すのが面倒だったのでこのままつけてます。やっぱりウルダー星はボス相手になんてかな。ゴールドラップ。石リアルなの残念だね。気を取り直していざ最後の石割り。見えづらいけどレムルーン。おっと危ない。神反応でトータル出してる。アクト4は火炎無効が多いため進行がちょっと遅めですね。さてディアブロ戦だぞ。火炎無効のことを考えるとシナジーとなる血の契約とむさぼりは均等に上げていくのもいいかもしれませんね。血の契約を10にしたらむさぼりを10まで上げるとかね。ボートマンや捕獲した悪魔は物理無効相手に太刀打ちできないわけではないためです。悪魔捕獲のレベルは15、装備で20にしています。ここまで来れると血の契約もあるおかげでかなりの耐久力があります。そろそろ倒せそうなためマジックファインドをゲスト。アクト5も最後。おっとシオは助かる。バール戦ちまちまやってたら時間かかりすぎてました。今回はドロップ運も特にトレハンせずとも精霊が揃ったのがラッキーでしたね。鎧がずっと隠密だったため
属性耐性よりスキル重視で変異でスキル伸ばした方が良かったのかもしれません。後でいつも思うけどブレイドワークは取っておくべきだったなと。3ポイントがね、武器についてれば良いのですが、さてそろそろなのでブーストしていくとこれにてヘルクリアです。くたくた。クリア時の装備とか詳しく見るときは一時停止してね。ここからはスキルだぞい。ここからはおまけパート。海外の攻略サイトをもとに近テッドクラス血粒子ビルドにしたものです。捕獲した相棒が呪い、電撃強化、強心といかつい性能。
と変わっていません。ここからスキル紹介です。9種入れてみましたが、洞察持っている間は不要ですね。装備が整い、無限持ち始めてからでもいいかも。スキルポイントの問題もありますし、回復はいい感じでした。今回はこれで終わりです。次回もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。高評価やチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。